親孝行な太極拳アスリートの頼みです。はい。ということで、先日ですね、台湾の方で両親の結婚記念日用に購入しました、ハンコですね。無事、両親の方に渡すことができまして、大変ね、喜んでいただくことができました。こちらのハンコですね、台湾台北市龍山寺という駅から北の方向に300メートルぐらい進んだところにある福音堂印刷さんというところで作っていただいたんですけれども、大きいサイズと小さいサイズがありまして、大きいサイズが1個1500円ぐらい。で、小さいサイズが1個350円で作っていただけるということでですね、僕は、両親の2人にプレゼントってことだったんで、この小さいやつ350円を2つ作っていただきましてですね、すごい可愛らしく作っていただいて、もう大満足という感じなんですけれども、所要時間の方がですね、ネット情報ですと1つ30分ぐらいで作っていただけるということでね、読んで、リサーチしていったんですけれども、僕開店と同時に11時に開店で、開店と同時に注文しまして、出来上がりがですね、午後の4時から9時の間に来てくれということで、結構時間かかりましたね。2つ頼んだっていうのもあるんですけれども、なので、多分ですけど、もしかしたらですね、ネットで結構情報が出回ってますので、いろんなね、日本人観光客の方も増えてきて、注文が殺到してるんじゃないかなと。で、その影響で制作のね、時間がちょっと増えてるのかなということでですね、もしね、皆さん台湾に行く、台北観光に行く方でですね、このハンコが欲しいという方はですね、早めに注文して、で、ちょっと夜はね、受け取りが遅くなっても、大丈夫な、柔軟なスケジュールを組んでいただいていくのがいいのかなと思います。はい。ということで、太極拳の話をしていきたいと思うんですけれども、今回やるのは、今日から始められる太極拳シリーズ、今回第8回目ですね。ダオジェンゴンの解説をしていきたいと思います。はい。で、ダオジェンゴンはですね、ショウホイピーパーから4回後ろに下がっていくという動作になるんですけれども、このポイントがですね、2つありまして、まず軸をしっかり保ったまま動くということですね。というのは、後ろ引きにならないということです。重心をしっかり前の足から後ろに送って、この軸というのをしっかりキープさせたまま動くということ。そして、この定型を作った時ですね、しっかり半身になっているということですね。腰が正面に向くんじゃなくて、ちょっと半身になるんですよね。で、これがポイントで2つありまして、これをしっかりやっていただくことでですね、膝つぶれというのをなくすことができるんですよ。膝つぶれっていうのはどうしても軸から出てしまった時に生じてしまいますので、しっかり軸を保ったまま動くことによって、この膝つぶれというのを防ぐことができますと。で、もう一つですね、定型決まった時に、腰をね、正面に向けてしまうと、どうしても膝入りやすくなってしまいますよね。なので、こういったところですね、一つ一つ注意しながら解説していきたいと思います。はい。それでは今回はダオジェンゴンの解説をしていきたいと思います。で、ダオジェンゴンはですね、後ろに4回下がるという動作になるんですけども、この下がる時の歩法に関してはですね、以前歩法の動画でアップロードしてますので、そちらも合わせて参照してみてください。ダオジェンゴンはショウホイピーパーが終わったところからですね、この右足立ちの状態から行います。で、ここからですね、腰がまず右に回る。で、右手が下から上に円を描くようにして、肩の高さに持ってきます。で、この時ですね、ポイントです。この手のひら2つと、両手のひらとも上を向いています。で、もう一つ、この目線なんですけど、この右手、ここの手のですね、延長線上、奥を見てます。これがですね、適当になってしまわないようにということです。ここから、はい、こんな感じでですね、適当になってしまわない。これしっかり右手の奥の方を見てます。はい、でここからですね、次にやることなんですけど、結構この次がこのダオジェンゴンでは一番大変なところだと思うんですけど、やることが3つあります。で、同時に行うんですけども、最初はですね、一つ一つ分解してやっていきましょう。ここからまず一つ、目線を前に移すということ。目線を前に移します。で、次、ここから左足ですね。この左足を後ろにつくという動作。で、3つ目。この右手をですね、耳の横に持ってくる。はい、この動作。この3つの動作を同時に行います。この状態を作って、でここから完全に右足立ちになって、で、目線、左足、右手を同時に動かす。はい。で、この時のポイント、注意点ですね。この左足置いた足ですね。ここに重心を乗せないということです。これ結構ですね、後ろに置いた時にもうすでにこっちにドスンと体重乗せちゃってる人が多いんですけど、この重心を乗せない。これいつでも上げられるような足にしておきます。で、もう一つ。
この右手です。この左手ですね。こっちの手なんですけど、これ結構ですね、ここからこの右手を耳に持ってくるのに意識を取られてしまって、こう下がってきちゃうこととかあるんですけども、この手はですね、ほぼ動かしません。この状態でもう、ここで動かさない。で、このまま、この状態を作ります。はい。なので、ポイントとしては、まずこの右足で体重を支えているということと、この左手は動かないんですよということですね。はい。で、ここから右から左足に重心を伝えて、定型を作っていきます。はい。で、この時のポイントはですね、まずこの足ですね、つま先立ちであるということです。こう、つま先がついてるというか、ショーホイピーパーはかかとだったんですけど、ダオジェンゴはつま先立ちになってます。で、正面から見た時ですね、ちょっと片手ずつやっていきます。ここからですね、左手の動きはですね、体重の移動とともに、はい、自然と腰に降りるだけです。で、右手はですね、耳の横からこの重心の移動とともに、ちょっとこう入ってきますね。入ってきて、最後、右胸の前ぐらいに来る。こんな感じです。で、これを合わせてやると、この左手の上に何かが乗ってるものを右手で押してるように見える。こんな動きになります。で、これもですね、ショーホイピーパー同様、半身ですね。体は斜め方向を向いてます。これがこうなったりしないということですね。しっかりこう斜めを向いて、この状態を作ります。はい、それではまとめです。ダオ前後4回やっていきたいと思います。まず、ショーホイピーパーを作っていただいて、で、ここからですね、まず、はい、右側に腰が回ります。で、腰が回った時、しっかり目線を右手の方向を見て、で、手のひらどちらも上の方向です。で、次、手、足、目線同時に動いて、足をつく。で、この時ですね、まだ前足体重、そして左手の意識を消さない。で、前から後ろに重心を伝えて定型を作った時ですね、この時、右足はつま先立ちになっています。で、半身の状態ですね。腰は半身の状態。で、はい、次、同じ動きです。左側やった時、手のひらはどちらも上を向いている。で、足を後ろに下げた時、まだここは左足体重。ゆっくり左から右に重心を送りながら、定型を作って、この時ですね、つま先立ちなのと、あと腰は半身になっています。もう一度、右側に腰を向けて、手のひらはどちらも上を向いて、後ろに足を下げた時、まだ右足体重。前から後ろに重心を送って、右足はつま先立ちです。最後、左側に腰を回して、手のひらは上。右足を後ろに持っていった時、まだ左足体重。ゆっくり左足から右足に重心を移しながら、つま先立ちになって、で、腰は半身の状態。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。今回はダオジェンゴンの解説をしました。で、ダオジェンゴンはですね、片足でバランスを取りながら、後ろに下がっていくという技なんですけれども、結構これですね、リズムが要求されるんですよね。例えば足を後ろに下げるときですね、こう斜め方向を向いたところから、まずこう正面を向くということと、それをこう手をですね、こう耳に持ってくる。で、このタイミングで足を後ろに出すということでですね、やることが多いので、ちょっとね、このリズムがわかるまではダオジェンゴちょっとやりにくいのかなと思うんですけれども、少しずつね、その辺は分解しながら自分でやりやすいようにやってみるといいと思います。ただですね、このダオジェンゴンですね、動作がきちんとできるようになるとですね、比較的その足裏の感覚というのを分かりやすい動作になります。というのは、片足立ちになるので、前の足ね、つま先はついてるんですけど、基本的には大体もう後ろ足重心ですよね。なので、後ろ足重心なので、非常にこう軸に入りやすい技になってきます。というのは、例えばゴンブーで決めるイエマーフェンゾンとか、ローシアオブーとかだと、こうどうしてもね、後ろと前の足にこうしっかりどっちの足にも重心を乗せて、その真ん中の軸で立つという必要があるんですね。なので、これが少しでもこう、どっちかに寄ってしまうと、なかなか緩むということが分かりづらいんですけども、ダオジェンゴンはですね、こう、しっかり後ろの足に重心を乗せて、そこの軸に入るという意識ですので、ゴンブーの歩型に比べると、軸の感覚が分かりやすかったり、で、軸の感覚が分かりやすいということは、足裏の感覚も分かりやすいということになって、で、足裏の感覚が分かるということはですね、今度は緩むということにつながってきますので、僕がですね、初めて緩みというのが分かった動作というのが、動作はダオジェンゴンではなかったんですけども、ガオタンマですね。ガオタンマっていう
技、24式太極拳の前半と後半で分かれるんですけど、前半の最後の技、ガオタンマという動作があるんですけども、これで僕は初めて足裏の感覚、これが足裏なんだっていうのを、これで分かったんですよ。で、これで分かった後に、今度ダオジェンゴンをやってたら、ダオジェンゴンもちょっと分かるようになってきたぞというふうにですね、まずガオタンマ、そしてダオジェンゴンという流れで僕は足裏の感覚、それから緩むという感覚ですね。これを分かってくるようになりましたので、比較的ですね、この足裏感じやすい技になると思いますので、ぜひですね、ダオジェンゴン丁寧に、例えばその定型はしっかり、腰がですね、半身になるという意識、それから重心を送るときですね、これ軸から抜けないようにという意識でやってみると、だんだんとこう足裏の感覚とか、緩むということとかっていうふうにつながっていきますので、ぜひですね、丁寧にやってみてください。はい。ということで、今回の動画参考になった、面白かった、もしくは僕を応援してくれる人は、チャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント、絵文字一つでもいいのでいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。